これでわかるポール・ゴーギャン。ゴーギャンはタヒチの絵で有名ですが、ずっとタヒチにいたわけではありません。とにかく移住が多い。そこで今回は地図を用いて説明していきます。ご覧ください。1848年、パリで生まれる。父はリベラル系のジャーナリストで、母は彫刻家と初期社会主義運動の活動家の娘でした。1851年、ナポレオン3世のクーデターで共和主義者であった父は職を失い、母の親流を頼って一家でペルーのリマに移る。しかし、その航海中に父は心臓発作で急死します。叔父の娘の夫がペルーの大統領だったこともあり、ゴーギャンは使用人などが滞在する特権階級の家庭で6歳まで育ちます。その後、ペルーの内戦により、一家は父方の祖父を頼ってフランスのオルレアンに移ります。そこでカトリック系寄宿学校に通う。1867年、母親が亡くなります。1868年、兵役でフランス海軍に入隊し2年間勤める。1871年に軍務から解放されパリに戻ると、母の知り合いのギュスターブ・アローザが後見人になり、彼の口利きでパリ証券取引所での職を得、株式仲介人として働くようになります。仕事は順調で給料も良く、裕福な中産階級としての未来は保証されていました。アローザは素晴らしい絵画コレクションを有しており、彼の家には著名な画家が出入りしていました。ここでゴーギャンは印象派の画家たちと出会い、彼らの作品を購入するなど、美術への情熱が盛り上がります。この時は絵を売る側でなく買う側だったんですね。1873年、デンマーク人のメット・ソフィー・ガットと結婚。5人の子供に恵まれます。この頃から余暇に絵を描き始め、次第にのめり込むようになります。1874年には印象派の画家カミーユ・ピサロから絵の教えを受けますが、基本的には独学で絵を描き続けました。ピサロは彼を他の様々な画家たちにも紹介したそうです。1876年、ゴーギャンの作品の一つがサロンに入選。絵で家族を養えると確信したゴーギャンは1883年、パリ証券取引所を退職します。しかし、株式市場の不況が絵画市場にも波及し、作品が一気に売れなくなってしまいました。1884年には妻の実家があるデンマークのコペンハーゲンに移住します。そこでゴーギャンは営業の仕事をするものの、言葉の壁もあってうまくいきませんでした。妻メットが外交官候補生へのフランス語のクラスを持って家計を支える状態でした。しかし、そのような状況でもゴーギャンはますます絵画制作に打ち込みます。1885年、ゴーギャンはコペンハーゲンに家族を残し、6歳の息子クロービスだけを連れてパリに戻ります。しかし生活はさらに困窮を極め、栄養失調からクロービスは体を壊し、結局妻が引き取ります。安い住居を見つけようと、当時画家仲間が集まっていたブルターニュ地方フォンタバンに移りました。ここでエミール・ベルナールなど多くの画家と交流。このグループは純色の大胆な使用と象徴的な主題の選択が特徴であり、フォンタバン派と呼ばれるようになります。ゴーギャンの作品はフォークアートと日本の浮世絵の影響を受けながらクロワゾニズムに向かっていきます。クロワゾニズム。ベルナールやゴーギャンによる平坦な色面としっかりとした輪郭線を特徴とする描き方。クロワゾニズムの真髄と言われる1889年の黄色いキリストでは、重厚な黒い輪郭線で区切られた純色の色面が強調されています。しかし、ここでも思うような結果が出ず、パリに戻りますが、餓死寸前の状態まで追い込まれます。パリは貧しい男にとっては砂漠だ。私はエネルギーを取り戻す必要がある。現地人のような生活をしにパナマへ行こう。そう決意したゴーギャンは何とか運賃をかき集めて1887年パナマへ渡ります。しかし数週間で熱病にかかってパナマを諦め、
フランス領西インド諸島のマルティニーク島へと渡ります。このマルティニーク島で描いた作品がパリに戻った際にバンゴッホの弟で画商をしていたテオの目に留まり、彼の勤めるブーピル商会で展示されたことから兄のバンゴッホとも知り合い親交を結ぶようになります。ここでも体調不良で結局ゴーギャンはフランスへ帰国。1888年、ゴーギャンは南仏アルルに移っていたゴッホの黄色い家で9週間にわたる共同生活を送ります。しかし2人の関係は次第に悪化し、ゴッホが自分の耳を切る事件をきっかけにゴーギャンはアルルを去ります。この耳切り事件に関してはゴッホの動画で説明していますので、よかったらそちらもご覧ください。1889年、パリのカフェボルピニでエミール・シュフェネッケルと印象主義及び総合主義グループの絵画展を開きます。しかしゴーギャンはこの頃にはヨーロッパの文明社会を嫌い、素朴で原始的な社会を夢見て南国での生活を諦めきれなくなります。そして1891年、当時フランスの植民地であった南国タヒチへと移住します。タヒチでの最初の3週間は植民地の首都で西欧化の進んだパペーテで過ごしました。それはゴーギャンが求めていた楽園ではありませんでした。まだ素朴な暮らしが残る農村地帯のマタイアに移り住み、テフラという13歳の少女と暮らします。ただ生活は困窮し、フランスに帰らざるを得なくなり、1893年、ゴーギャンは現地総督にフランスへの送還を願い出ます。テフラとはお別れです。その時持ち帰った作品がパリの有力な画商の目に留まり、1894年、展覧会を開くことができました。その時はいくつかの作品が高値で売れ、またオルレアンの叔父が亡くなり遺産を受け継いだことで経済的に余裕が出てきます。ゴーギャンは画家がよく訪れるパリのモンパルナス地区の外れにあるアパルトマンを借り、毎週サロンと称して集まりを開きました。その時、ジャワ女アンナを制作。画家仲間たちが揃ってゴーギャンの作品を批判するようになり、孤立したゴーギャンは1895年7月、再びタヒチへと向かいます。そしてそれ以降はフランスに戻ることはありませんでした。タヒチへ渡った最初の頃は、絵より彫刻に専念していたようです。この時期ゴーギャンは植民地社会とそれがタヒチ人へ及ぼす影響に嫌気がさして地元の新聞に辛辣な批判記事を投稿しています。南の島の生活でいろいろなことを感じたのと、またリベラルな思想のお父さんとお母さんの影響もあったのかもしれませんね。ただ健康状態は次第に悪化して入退院を繰り返していきます。また生活は苦しくなり、絶望的に貧しく悲惨なものになっていきます。1897年には自らが集大成とする我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのかを制作した後、服毒自殺を図りますが失敗に終わります。1901年、タヒチを去ってマルキーズ諸島のアツオナ村に移住。そこで快楽の家と名付けた家に住みます。一方で、植民地行政府やカトリック教会への強烈な批判をしたために名誉毀損で3ヶ月の禁錮刑を宣告されます。ですがゴーギャンはそれに従わず上告します。しかし1903年、その上告の結果を聞く前にこの世を去ります。54歳でした。ゴーギャンが最後にいたのはアツオナ村というところだったんですね。お疲れ様でした。最後にゴーギャンの作品を見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。